皆さん、こんにちは。木村良平です。デトロイトビカムヒューマン続きをプレイしていきたいと思います。世論が共感になってる。この間の演説がなかなか良かったのかな。で、ジェリコから敬意をもらって、ノースは結構下げたと思ったけど、一応友情保ててますね。はい。どんな感じになっていくんでしょうか。続きやっていきましょう。おう、コナー。また報告に来てんのかな。あら、なんか、秋めいてるわけじゃないのか。夕方だからか。うん。いいとこだな相変わらず。あ、ごめん。音量上げていい？ OK。また、あれやりたいね。セーブポイント。アマンダはどこ？わー、気持ちいい。ちょっとね、今これを収録してる日はね、梅雨ど真ん中なんで、よっと。なかなかこういう気持ちのいい天気がね、少ないから、ゲームの中でも歩けると嬉しいね。お？なんだアマンダ。ずいぶん、優雅じゃないの。なんか和傘じゃないあれ。おーい、アマンダ。手を振るってないのかな？手を振る。あ、こっち見てる。こっち見てる。なんで向こう行ったんだろうって顔してこっち見てる。ごめんね、アマンダ。ちょっと待っててね。例によってここは多分ね、早送りすることになるのかな。アマンダのとこに行きましょうかね。ほんとなんもないんだろうな。うん。行こう。盆栽。いい感じですか？いらっしゃいコーナー。たまにはボートの旅なんてどうかしら。ごめん。すごいポージングして待っててくれたのにね、待たせちゃってごめんね。はい。で、雨の時は自分で傘持たないくせに、日傘は自分で持つんだね。工具。オッケー。はい。任しといて。マーカスが何でもできるってとこ見せてくれちゃったからな。コナーも。ボートも焦げる捜査官だってとこ見せないと。うわー、いいね。その傘の色がまた映えること。上気をつけてください。ここは落ち着くわ。せやな。ここでは何もかもが穏やかで、喧騒とは無縁の場所。それで収穫はありましたか？エデンクラブ。エデンクラブで変異体を発見しました。ですが残念ながら逃げられてしまったんです。そうなんです。残念ですね。もう少しで止められたというのに。戸惑っているのですか？戸惑いかき乱されている。なぜ気づく？あ、誠実ってのがアンロックされてる。何をすべきかは分かっています。ですがそう単純なことではないんです。やっぱりアマンダーにはね、こういうとこ見せちゃダメだよ。変異体に銃を向けていたというのに。あ、バレてる。バレてます。なぜ撃たなかったの？違うんです。あの女の人が思ったより足速くて、破壊回避。無傷のまま捕まえなければ分析できません。そうなんですよ。撃てば全て台無しになる。ハンクがもうちょっとやってくれると思ったんですけどね。僕は違うんですよ。僕はちゃんと。このまま捜査に進展が見られないようなら、はい。入れ替えることも考慮しなければ。自信。時間さえいただければお、必ず解決してみせます。やっぱこっちだな、アマンダはな。アマンダを口説き落とす方法は。何かよからぬことが起こったようですね。急ぎなさい。もう時間がありません。この人もなんかシャーマンめいたとこあるね。はーい。あ、よからぬことってこれ？いや、すごっ。そのコイン遊び見てるとイライラするんだよ。
すみません警部補。さりげなくコイン持ってくんじゃないよ、警部補。どうも警部補。おい、なんだこの騒ぎは。パーティーあるなんて聞いてないぞ。ニュースで騒がれたせいでみんな首を突っ込みたがるんです。 FBI まで乗り出してきましたよ。ああ、たく FBI に占領されんのか。嫌な予感がしてたんだよ。状況は？容疑者は4体のアンドロイド。ビルのことも把握していてかなり計画的です。どうやって気づかれずにここまで来たのか分かりません。屋上は見たか？まだだ。調べるものおっだけで。とおっちゃんと確認しておけよ。廊下で警備員に襲いかかったようです。メンテナンス屋上のアンドロイドだと思ったんでしょう。不意をつかれたと言っていました。屋上はサイモンがいたとこだよね。バレてない説あるかこれワンチャン。だとしたらでもコナーもでも見つけたくはないんだが。特にここまでは何もなかったかな。なんか L を押してついてきちゃったけど、なんかあそこあるね。局の職員が1人逃げていました。監視カメラ。ショック状態で取り調べはまだ。それは見なきゃ。で、監従業員視カメラ。職員2名と3アンドロイドか。犯人は職員を人質にとって声明を生で放送した後、屋上から逃げたそうです。屋上？パラシュートで飛び降りたんですよ。着地地点を探していますが、この天気じゃ。変異体が放送したビデオ声明が見たければ、あそこの画面でどうぞ。うん。とりあえずでも、なんだっけ、防犯カメラの映像を見たいのと、報告は聞いた。屋上を調べるか。これ毎日サイモンが生きててさ、最後銃渡したじゃん。あれまさかでもね、自殺しなさいってことじゃないと思うんだよな。サイモン見つけちゃう可能性が怖いね。あと、アンドロイドの一回いるって言ってたから、変異体を見つける。あら、どうなった？警部補、FBI のパーキンス特別捜査官です。アンダーソン警部補はこの事件の担当捜査官です。それは？私はコナー、サイバーライフから派遣されました。どうも、それです。アンドロイドの捜査官とはな。事件現場にアンドロイドか。あんなことの後で。まあいい。我々が捜査を引き継ぎ、君はお役ごめん。それじゃどうもいい一日よ。足元に気をつけろ。現場を荒らすなよ。だがムカつく野郎だ。何かあったらいつでも声をかけてください。君好きよ。よし、それを調べるぞ。まあ、演説は今更見なくてもいいから、監視カメラの映像を見たいね。ノースとジョシュ。そして、マーカスとサイモン。変異体は不法侵入をしていない。そうだね。不法侵入じゃない。その形跡は見られなかったな。廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づくはずでしょう。カメラ見てなかったんだろう。回す？局のアンドロイドだったらキッチンにいますよ。おー、アンドロイドみたいねだと。思いますが、正直扱いに困って。これで、すごく多分一番肝心なのは変異体にする能力だよね。つか調べられるとこ多いっすね。ちょっと邪魔よ。はい。帽子。盗まれた作業服、変装していたことがわかると。それから、演説の動画は別に見なくてもいい気すんだよな。後でいいか。時間あったら。結構時間制限あるからね。はい、これはまあ警察の銃だな。アサルトライフルの弾痕。やべえ、こいつサイモンの足取りに気づくぞ。鮮度の高いブルーブラッド。
鮮度。またカーラの時と同じ葛藤が。これ屋上行ったらやばいよね。あ、待って、また監視カメラ。よいしょ。いやいや、ねえ、コナー君は優秀だな。屋上に気づくか。そうか。でもまずはね、キッチン行こうかね。コナー君。キッチンこっちかな。そうだね。キッチンかこれ。おお、どうも。貴様らの中にまさか変異体はいないだろうな。あ、雑誌。前回取りそびれちゃったからな。血の色は青。サイバーライフ社による技術革命の歴史。何十年もの間、アンドロイドのデザインは完成から程遠かったロボットっぽさが抜けず、設計費用も高くついたと。で、サイバーライフが革命を起こしたのがね、カムスキーの力ですね。シリウム310ってのがブルーブラッドか。必要不可欠な化合物。体にエネルギーと電子情報を循環させる。血液みたいなことかな。人間の臓器を模した合成臓器の生体部品にエネルギーを供給する。やっぱりブルーブラッドは必要なんだね。人間らしく見せるために呼吸をしてるか。そこまでわざと模倣してるんだ。人間らしさにはブルーブラッドが欠かせないと。カムスキー、すげえな。はい。グリーンフード旋風。デトロイト都市農園が食事スタイルを変える。綺麗なとこ。はい。アメリカの都市部は例外なく2つの問題を抱えている失業と健康的な低カロリー食品の不足だと。で、そこにデトロイト都市農園が問題を解決してくれるかも。高層ビルの屋上や未使用の中庭というデッドスペースをフリー農場として活用する。緑も増えるしね。職業も与えられると。なるほど。職業を与えることによって犯罪に走る人も減らせる。化学物質を使わずに育てられたオーガニックなもので健康的と。ダニエルとバーカーのトレント兄弟がこの構想に取り掛かった5年前には出資する者はいなかった。なるほど。でも今は毎日のように資金提供の申し出があると。いいじゃないよ。私も投資したいぐらいだわ。グリーンフード旋風。空いてる土地をね、そうやって緑にできるだけでもなんか気持ちいいもんな。緑とさ、都市の融合ってさ、なんか、なんていうの？ファンタジー味があっていいよね。近未来って感じ。さあ、貴様ら、キリキリ吐き。変異体がおるじゃろ。こんにちは。私の目を見て話しなさい。コナー前にもね、アンドロイドの表情で、やっぱり、アンドロイドの反応を見て変異体を見つける。一人ずつ聞いていく感じか。貴様。君の機能は？私は放送オペレーターです。ご苦労様です。君の型番は？ JB300 型。シリアルナンバーは336-445-581です。なるほど。なるほど、そういうことか。じゃあ、君、目撃者はいたか？変異体が侵入した時はここに？いえ、覚えていません。覚えてないってどういうこと？最近メモリーにアクセスされたことは？いいえ、ありません。診断を実行しろ。全システム正常に作動中。変顔しないと診断できないの？最初の人あんまりなんか答えにくそうなこと聞いてないね。アンドロイドと接触はしなかったか？作業時に接触する駐在のアンドロイドのみです。監視カメラで目撃したにもかかわらず報告をしなかった。そうなのよ。つまり変異体がいるということだ。どれが変異体なのか調べさせてもらうぞ。なるほど。脅す。いいか、君は機能停止されるんだぞ。そしてメモリーをサーチされ、全ての部品をバラバラに解体され、分析されるんだ。君は破壊されるんだよ。わかるか？破壊されるんだ。今奥の人振り向いてませんでした今この人振り向いてませんでした？
ちょっともし自白してくれるなら、え、やばい、君をそれやばいじゃんってなってなかっ廃棄処分にた？しないよう説得できるかもしれないんだぞ。無反応だな。じゃあ君。一体の変異体のために全員廃棄される必要はないだろう。うん。自白しなければ罪のない2体のアンドロイドがシャットダウンされるんだぞ。チラッと見てんだよな、あいつ。どうしよっかな。チラッと見てんだよな。はったり。捕まえたお前おかしいだろ、絶対。白状した。悪状したぞつ。いたってそうだ。無駄だ。チカチカしてるしな。他の二人は別にチカチカしてないもんね。もう一回。騙されないぞ。お前なんだろう。そうだ、お前は変異体だ。そうなんだろう。認めろ。あれ、このカメラアングルだからそう見えるだけか？チカチカしてたしな。拷問。メモリーにアクセス。メモリーにアクセスでもなんかいい思い出ないよね。拷問にしてみる？あ、コナン、それを、マジか。結構、激しいことするのね。倫理的に大丈夫それ。鼓動を制御している。このモジュールがないとお前は63秒後にはシャットダウンするだろう。戻してやってもいい。うん。もし本当のことを言うならな。楽になれよ。変異体か。チラチラ見てたろ？おお！この野郎！あっ！やばいじゃん。やばいじゃん。あと1分ちょっとでシャットダウン。どうしたらいい？何したらいいの？ハンク！助けて！ハンク！助けてくれ。助けて、ハンク！ハンク！やばい！他に何かできることは？電話で押す、大きい音立てよう。押す。ほら！ハンク！てか、あのアンドロイドに頼んだらなんとかならないの？ならない。あ、そう。困ったな。あ、これを抜く。これ抜けばいいんじゃん。なんでそこに気づかなかったかな。よし。頑張れコナー。なんか電池のやつ取ろう。ハンクが助けに来てくれるとこ見たかったけどね。呼べないか。頑張れコナー、こんなことには負けない。よいしょ。あと40秒余裕だ。お茶を一服する時間ぐらいあるぜ。ないかも。よいしょ。りゃー、頑張れ。よしよし。助かり申した。お、大丈夫？すんごい病み上がりだけど。そいつおい。あいつも絶対許さねえ。どうしたらいい？銃を手に取る。しゃあ。お見事だな、コナー。生け捕りにしたかった。人間を救ったんだ。俺の命もな。そうだよ。なんかコナー怒ってない？で、俺は怒ったね。あの野郎。やっぱりいた。やっぱりいた。
やっぱりいたね。おおおおごめん、なんか興奮しちゃった。選択肢やば。一個ずつ行こう。まず、殺戮を阻止した。あれなんかいくつか選択肢出てたね。思わずなんか銃取っちゃったけど。よかった、ハンクは無事で。銃を抜く変異体を撃つ。銃抜いた結果変異体を撃たないって選択肢もあったのかな？それはどうやってやるんだったんだろうね。とりあえずでも殺戮は阻止したな。まあ、あの野郎ちょっと許せない。あいつを、まあね、前々回ですかはね、女の子たちのね、愛する愛し合うお二人をね、守るためだったから、まあ、私たちはただ一緒にいたかっただけ、もう一度抱きしめたかっただけってね、言ってたからね。あれですけども、あの野郎はもう、ちょっと待って。あの野郎はでもマーカスに変異体にされたのか？あれかわいそうか？考えないようにしよう。うん。ナイフを取り除くにすぐに思い至らなかったのはアホだったな。変異体を発見する。発見そうかできないってこともあり得たか。ね。拷問されて怒ってしまったもんね、彼はね。ストラートフォードタワーでスワットに奇襲されたから、弾痕とかの分析もできたし、サイモンもおそらくスワットに奇襲されてなければ怪我しなかったのか。そうだよね。だって、逃げようとした人を撃たなかったからね。ハンクにコイン遊びを叱られないっていう未来もあんの？そうなの？ハンクとの関係性によるのかな？なるほど。面白い。ちょっともうずっとここで分析できちゃうけどね。天敵。次っていう。天敵ってのは誰のことだ？変異体のことなのかな？さあ、カーラかな？遊園地じゃなさそうだけど。アメリカの片田舎って感じ。アリスとは家族になってる。ルーさんはまだ中立だね。早く仲良くなりたいな。誰もいなかった。綺麗だね。助けを求める。庭を調べる。見てこれ。気持ちいい。さて、不在だったとはいえね、帰ってくるかもってこと考えると勝手に入るわけにもいかなそうだが。庭に人がいるのか。こんにちは。ちょっと、いいです？そうね。あの人だけかな。こんにちは。すみません。こちらにローズさんはいらっしゃいますか？ここがつてか。何の用だ？話がしたいんです。それは無理だ。帰ってくれ。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。自動ドア。どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？来なさい。中で話しましょう。薄着だね、ローズさん。彼はあんまりこのデトロイト助けることによく思ってないのかな。そういう感じするね。人間もいるから。ちっちゃい女の子。信用して平気か？信用するしかないだろう。するしかない。いや、わかんない。ちょっと適当だった今。アリス。寒いな、寒いな。具合は？寒いよ、カーラ。せやろな。お家の中で温まろうね。一旦もう、あの人たちがダメでも、とりあえず家には入ろう。もう、じゃないとアリスをね、温めないと。そう、手をつないで。この二人の可愛さってもう本当に、この二人の物語だけやってたい。お名前は？アリス。大丈夫？ひどい熱で、ここ何日か野宿していて、もう限界で。
2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。お願いします。アダム、案内してあげて。アダムもでも悪いやつじゃなさそうだよな。って言って、俺なんかずらっとこの時もそんなようなこと言ってたね。雑誌見たいけど、こうアリス寝かせるのが先じゃね？そうだね、調べらんないもんね。アリスを先に休ませよう。もうそうか、クリスマスか。いいじゃない、なんか温かみがあって、お家の中も飾り付けしててね。ここでの生活を楽しんでるのかな。どこ行くの？アダムありがとう。アリス？そう。おい、渋滞してる。もういいよ、ルーサーはいい。来なくてとりあえず。でも、ルーサーもチューしたら？キスをね。ルーサーもしたら？これ壁紙か。これ模様か。でもすごいボロボロだね。はい。具合悪いのか、かわいそうにな。薬はあるのかい？どうした？上脱いで。そうね、具合悪いんじゃしょうがないよね。手伝ってあげるよ、じゃあ。なるほど。二重に上も下も着てんのか。そういうことでもない。お布団をかけて、寝かせる。私は平気だよ。顔色悪く見えるな。国境を越えるんでしょ。私のせいで遅くなるのは嫌。安心させる。ゆっくり休んで。元気になったら明日出発よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。誤解か。いいかも。きっと誤解されてるの。時間が経てば私たちのことも理解してもらえる。お話しするだけじゃダメなの？きっと分かってもらえるよ。楽観的に。きっとそのうち分かってもらえる。何が好きかわからなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。食べればすぐ元気になるはず。最後に食べたまともなものもスパゲティだった気が。ありがとう。これは洗濯しておくわね。ありがとう。ローズ、いい人。おやすみのキス。はい。ゆっくり寝るのよ。ちょっと下に行ってくるわね。パスタも食べなよ。はい、ルーさんもね、おやすみのキスしてください。するかな？ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。なんだよ。求められなくてもキスしろよ。そうね。しばらくそばにいるよ。よろしくお願いします。そっか、この服はアンドロイドの服かな？多分、確かそうだよね。アンドロイドっぽい感じするけど、どうなんだろう。これじゃないのに着たいね。じゃあルーサー、あとよろしくね。守護者よ。で、とりあえず下行って雑誌見てこないとな。家探ししてもいいの？家探し。いや、なんもできないね。多分。一応チラッと行ってもいい。チラッと行くけど、多分なんも。できないね。このゲームの怖いところはどこに時間制限があるかわかんないとこだよな。さあ、万が一この二人が悪者だった場合は、私が最前線で戦わなければならないの。ローズと話す前に雑誌を読みたい。あれ、ローズしか出ねえな。あれでも雑誌っぽかったよね、多分。あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ほら、座ってカーラ。その前に雑誌を、いいですか？なんで俺下押したいわ。
真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？聞いてよ。真実。父親が虐待を殴られてる姿を見て突然目が覚めたんです。自分を犠牲にしてもあの子を救わなきゃって、あの子を守るために逃げ出したんです。そうだったの。なぜ助けた変異体の数ローズについて感謝する。なぜなぜ普通はアンドロイドを嫌うのになぜ助けてくれるんですか？私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。ああ、ペイフォワード。ローズについて。ここにはお二人だけで。2年前に主人が亡くなってね。アダムと2人でやりくりしているの。取れた野菜を市場で売ったりしてね。裕福ではないけれど食べ物には困らないわ。うん。なんかいいじゃん。いいじゃん、この二人。ありがとう。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたら。できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。そう、これが本題だぜ。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。それにあのアンドロイドの生命のせいでみんなピリピリしてる。ごめん、それ俺だわ。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。選択肢はない。選択肢はないんだよ。ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。国境を越えないと。何があろうと。お願い。助けてください。できるのか？あ、ちょっとごめん。ちょっとごめん。はい、失礼しました。すげえいいところで、ちょっと緊急の電話だったんで。ローズと話してたら、ローズ来てちょうだいって言って、なんかご近所さんみたいな人が来たというところですね。じゃあ再開していきましょう。どんなトラブルなのか怖いね。ローズ、来てちょうだい。なんだ私も立とう。この間に雑誌読んでもいいですか？雑誌。くそ。完全に雑誌を読むタイミングを逃してるわ。アダム、どうする？アダム。何があったんだろう。一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。あ、ここに誰かかくまってたの？一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて、愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？壁に RN9 って書いてあったね。そっとしておきましょう。せやな。心があるがゆえのアリス、どうしたん？どうしたの？起きてきちゃダメよ。寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。無敵か、アリスは。熱あんだぞ。アリスを待つってなんだ？どうするんだろう。おいで、アリス。部屋にいたくないって言ってな。わがままだね。いえ、平気よ。なにみんなどうした？ちょっとずつおかしくなるのやめてくれ。ごめん、もうちょっと見そびれた、もう一回。ローズに会うか。もう一回ローズと話をしよう。アリス、寝ててよ。今日あんな事件があったばかりだっていうのに。
雑誌読んでいい？すぎるだろ警察がここで奴らを見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろ。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんてまっぴらだ。いい加減にしなさい。もうやめて。まあ、アダムの言うことにも一理あるわな。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。そうだよ、家族を守ろうとしてるだけだもんな。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。ありがとう、助かります、本当に。そのためにもアリスにはさっさと熱を下げてほしいんだけどね。やっと読める。よかった。第三次世界大戦。ああ。勝つのはどの国か。もしも北極圏での戦争が現実のものとなったら。アメリカには多くの同盟国がある。一方、ロシアは氷点下で動作するアンドロイドの。なるほど。氷点下での戦争になった場合ってこと？ロシアはロシアでアンドロイドを開発してるのか。サイバーライフ製トロイア及びミルミドの部隊。はあ、アイスカッター部隊。それもサイバーライフ製なんだろうね。サイバーライフ儲かってしょうがねえな。両軍の実力は伯仲しているが、なるほどね。接戦だと。この戦いに勝者など存在しないのです。まあね、実力が同じの軍同士で戦ったりしたら双方に被害が出るだけから絶好のチャンス。 AX400 今ならたったの$800。買った買います。家事してください。ほんと欲しい。寝るとこちゃんと作ってあげるから。もう、お願いしたいわ。家のこともろもろ。いろいろあるな。とりあえずアリスと話すか。よ。さっき何があったか見ていたんでしょ？見てたけど、でも話したくないの？まあ追求はするまい。考えたいことだってあるよな。おお、一個しかできなかった。誰か来た。警察だ。警察が来た。ドアを開ける。変異体の痕跡を見つける。何それ？ちょ待って。変異体の痕跡を見つける？何それ？とりあえずこの二人を隠すか。ドアを開けないと。これ何？あ、これ。言っただろ。で？急いでルーサー、アリスを連れて。2階。2階に。行こう、アリス。それからこっち側ではもうできることないな。なんだっけ、死んじゃった子たちのところは大丈夫かな。なにOK。それからあと2つ。あれはなんだ？安心させる。落ち着いてアダム、何も心配することない。奥っぽいよな。ちょっと急ごう。もう一つ。もう一つはなんだ？上？もう一つがわかんねえな。でももう時間がない。
今開ける？できればもう一つ片付けてから開けたいな。どうする？台所行ってみるか？間に合うかな？ないか。ないか。畜生。洗濯ミスったな。どこだったんだろう。こんにちは。こんばんは。お邪魔してすみません。アンドロイドの目撃情報がありましてね。あら、このところ怖い変異体わの。事件が多いでしょ。そうね。いくつか質問いいですか？どうぞ。入っても。もちろん。こんばんは。こんばんは。めっちゃ怪しいわ。バレるわ。もう、アダムやめとけ。この仕事から手を引け。向いてない。アダム。コーヒー入れましょうか。ぜひ。何？証拠を見つける。そうだ、もう一個痕跡見つけなきゃ。残り1個どこなんだろうね。疑惑レベル35。そこそこ疑惑あるやん。突然の訪問者。あと1個なんだ？やっぱ2階か？いえ、特にありません。なんか田舎そうだけど、こうあれだね。警察官とめっちゃ、ローズのこととかまで顔もよく知ってるとかっていうわけじゃないんだね。どうした？動いて。娘。私の娘が今2階で寝ています。お宅にアンドロイドはいますか？ルーサーがいます。前はいました。庭の手伝い用に。でも捨てたの。はい。痕跡どこだろう。すげえな、この機械。はい、どうぞ。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。変異体の痕跡残り一つどこなんだ？コーヒー飲んでここにいてもらっていいです。アダム、相手しといて。私ちょっと2階に探してくる。いや、2階じゃない。どう？見つけられないね。ないのかな？このまま行ってみるか。疑惑レベルどうなんですか？疑惑レベルは。そろそろお仕事に戻られたらいかがでしょうかね。何パー？何パー？何パー？今ですよね、疑惑レベル。っていうかさ、アンドロイドの目撃情報ってどういうことなんだろうね。だってアンドロイド自体はどの家庭でも持ってたりとかするわけでしょ？娘がやんちゃで。お嬢さんが起きたようですね。よかった。娘がいるって言ってなかったらここで怪しまれてたね。アダムなんか言えよ。来てんの聞かないやつだね。君の名前は？アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム？マーカスじゃなくても怪しいもんね。アンドロイドが。彼、不安。変異体の事件のことで不安になっているみたいで。何か変異体の情報はあるかな？見かけたことは？いえ、見たことはありません。足引っ張ってくれるぜ。ここにいたのがローズならもっとスッと行ったろうにな。そろそろ行きます。コーヒーどうも。おう。おやすみなさい。またいつでも。私はいないと思うけど。ちょっと、何？誰かいるんですか？洗濯機かな？あれは洗濯機ですよ。古い機種だからうるさくって。それじゃあお邪魔しました。失礼します。
おやすみなさい。笑顔が硬いわ、アダム。ご苦労様です。帰ったな。大丈夫よ、アリス。はあ、よかったね。ローズだ。出発する準備を。今夜出ましょう。オーケー。ヒヤッとした。夜行列車。なんか、いっぱいあったね。あと一個って何だったんだろう。警官は立ち去った。なるほど。多分これ、バレちゃうルートもあったんだろうな、きっと。したら逮捕とかされんのかな。警官が記事を見る。そういうのもあったのか。もう一個、変異体の証拠。やっぱりもう一個あったね。あとアリスね。アリスが傷ついたアンドロイドを見た時のあれは、なんかちょっと心が安らいだみたいに見えたけど、特別な子か。はい。ということで、夜行列車。夜行列車ってのは何なんだろう。なんかの比喩なのかな。それともこれから電車でカナダに行く？うわ、またバレないようにするのが大変そう。引き続き、でも、この3人のために頑張っていきたいと思います。それじゃあ、またお会いしましょう。バイバイ。